Please log in. Administrator. Initializing. OK. Welcome back, Doctor. 今回の動画では近日中の開催が予定されているイベント、サイドストーリー、銀進コ列車の内容や、同時期に実装されるオペレーター、専用コーデなどを紹介していきます。今回のイベントは、サイドストーリーとしては通常規模となる2週間開催となり、一部を除いて独自のシステムなどがないオーソドックスなイベント形式となっています。銀進コ列車の報酬形式は、これまでのサイドストーリーと同じく、イベントステージでポイントを獲得し、イベントショップにて素材などと交換する形式。これまでのイベントと同じく、イベントステージ以外ではポイントは獲得できないので、イベント開始前に殲滅作戦などのタスクは終わらせておきましょう。イベントステージはこれまでの2週間開催のものと同じく、通常と EX ステージの2種類。EX ステージはイベント開始1週間後に開放されます。今回のイベントでドロップ効率が良い素材は、中級エステル、マンガン、都市結晶の3つ。各種素材の次のドロップ効率が良いイベントの開催時期の目安は、中級エステルが9月頃に開催されると思われる R6S コラボイベント第2弾、マンガンと組織結晶が通り入の復刻となりますが、こちらについては次の新たな春節イベントの時期の関係上、最短であれば7月中旬頃、最も遅くなると8月下旬頃までずれ込むものと思われます。ただ、今回に関してはいずれの素材も、それほど遠くはないタイミングで次の入手機会があるので、在庫が不足している素材を中心に周回するといいでしょう。続いて今回のイベントで登場するイベントギミックを紹介。今回のステージでは、以前の風雪一家と同じくステージ全域が寒いため、配置したオペレーターは一定時間経過で、寒冷と凍結の状態が付与されます。この寒冷と凍結の付与を防ぐのが、ステージ上に配置されている緊急暖房機。緊急暖房機は起動中、周囲8マスに配置されている味方に、寒冷と凍結が付与されるのを防ぐことができます。緊急暖房機はステージ開始直後から起動しているものもありますが、基本的には自分で起動させるまでは効果を発揮してくれません。起動させる方法は2つ。1つは味方オペレーターが暖房機を攻撃して起動させる方法。ただし、暖房機の SP は常に減り続けるため、攻撃し続ける必要がある上に、オペレーターは寒冷と凍結で攻撃間隔が遅くなってしまっているので、手数が多いオペレーターでなければ、なかなか起動させることができません。2つ目は着火装置を使う方法。こちらは非常に簡単で、コストを5支払って着火装置を起動させたい暖房機にスワイプするだけ。なので、着火装置があるステージでは、こちらのギミックを頼った方がはるかに簡単です。なお、暖房機には空気弁マスが存在。このマスにオペレーターを配置しなければ、起動させた後も徐々に SP が減少していき、SP が0になると停止してしまいます。暖房機を維持したいのであれば、必ずこのマスにオペレーターを配置するようにしましょう。今回登場する新たな敵ユニットたちはいずれも緊急暖房機を絡めた特殊能力を持ち、緊急暖房機の範囲内にいると攻撃形式が変化する敵や、自身のいるマスが暖房機の範囲となると目覚める敵。逆に、範囲外にいると防御力や術耐性が上昇していき、範囲内に入ると弱体化する敵や、暖房機を停止させようとしてくる敵も存在します。総じて、緊急暖房機を起動させている方がプレイヤーにはメリットが多いので、基本的には前線を組んだ場所に存在する暖房機は常時起動している状況を作り出しておきましょう。むしろ起動させておかなければ、たとえ強固なラインを組んだとしても一瞬で破壊されかねません。今回の舞台となる場所は雪山事変を経て、抜本的な産業改革が行われたイエラグとなっており、シルバーアッシュの陣頭指揮のもと、イエラグは閉鎖的な宗教国家から、聖地巡礼も可能な開放的な観光都市となりました。銀神湖のイエラガンド像の落成式が近づく中、イエラグはビクトリアのカスター公爵の外交官を受け入れることになります。この時、イエラグはビクトリアの手の物を受け入れることが、イエラグの主権に対する大きな挑戦を招く出来事に発展してしまうとは思ってもいませんでした。続いて同時期に実装されるオペレーターたちを紹介。今回のイベントでは、レーゲンブレヒャー、レータ、ハロルドの3人が実装。レーゲンブレヒャーとレータはイベントスカウトでの実装、ハロルドはイベント報酬となります。なお、今回のイベントスカウトはスタンダードスカウトなので、レーゲンブレヒャーとレータは、イベント終了後の各種スカウトでも入手することが可能です。ついに僻地へ追いやられる日が来たのかと思えば、ここは祖国の手厚い処遇に謝意を述べておくべきだろうか。ああ、これは失敬。貴殿が今後私の上官となる方ですかな。しがない軍医ですが、微力を尽くさせていただきましょう。
ハロルドは純人ウェイやフィアトラに続く4人目の放浪員オペレーターで、攻撃範囲内にいる味方が受けている元素ダメージの量が最大値の半分以上であれば、その味方が受ける元素ダメージの量が最大 18% 低下するという素質を有しています。この素質自体はあくまでも受ける元素ダメージを減らすのみなので、非常に強力な素質というわけではありませんが、大量の元素ダメージを複数が受けるような状況であれば、元素回復を直接強化するようなスキルなどよりも効率よく味方の元素ダメージを管理してくれます。ハロルド自身は純人エイヤフィアトラのような強力な回復性能は持ちませんが、他の放浪医と組み合わせることで元素爆発の発生頻度を大きく下げてくれるオペレーターと言えるでしょう。これほど良い評価がいただけるのなら、郷里に戻って診療所を開業したとて誰も文句はつけまい。善は急げと言いますし、早速明日立つことにいたしましょう。冗談ですよ。私にとってここ以上の隠居地はありませんからね。スキル1は他の医療オペレーターも所持していることがある。スキル発動中は攻撃力が上昇する汎用スキル。ただ、放浪医としては何気に初めてのスキル構成となっています。口述するスキル2には、ハロルドの単発回復能力を強化する効果はないため、1回1回の回復能力を強力にしたいのであれば、こちらを選ぶことになるでしょう。スキル2は、スキル発動中は攻撃速度が大幅に上昇。受けている元素損傷が最も多い味方を優先して回復し、元素損傷の回復量が最大 250% まで上昇するスキル。これまでに実装されてきた放浪医のスキルは、複数の味方を同時に回復するスキルが多かった一方で、このスキルは味方1人の回復に特化した性能となっており、スキル発動時は最速で通常時の半分の間隔で味方を回復。元素回復量も600を超えるかなりの数値となっています。一方で HP 回復量に関しては間隔が短くなったことで HPS は上昇しますが、単発回復量自体には変化はないので、元素回復専門のスキルと割り切ってしまった方がいいでしょう。総じて他の医療オペレーターと組み合わせることが前提なオペレーターと言えます。なあ、ドクター。うちらの中でわざわざこんなことやる必要あんのか？一応形だけでも。わかったよ。ウルサス学生自治団リエータ、ここに着任だ。レータはシルバーアッシュやソーンズと同じ領主型の前衛オペレーターで、他のウルサス学生自治団オペレーターとの使用を想定した性能を有しています。素質はレータがスキル発動中、ウルサス学生自治団所属のオペレーターの攻撃速度を上昇させるというもの。この効果は当然レータ自身も受けますが、最も恩恵を受けるのは攻撃間隔が長いロサでしょう。ロサの攻撃間隔は通常であれば 2.4 秒ですが、この素質が発動している間であれば2秒まで短縮されることになるため、総合的な火力の強化に貢献してくれます。また、スキル発動中は同時攻撃が可能になるイスチナのスキル2と組み合わせれば、高速で複数の敵に足止めを付与することも可能になるでしょう。なんだこりゃ。夏将軍の昇進祝い？ああ、なんか久々にそうやって呼ばれた気がするぜ。時間が経つのは早えな。なんもやってねえのに何年も経っちまった。スキル1はスキル発動中、攻撃力と攻撃速度が上昇する汎用スキル。このスキル自体は特に目立った効果はありませんが、口述するスキルにはかなり癖のあるスキルとなっているので、単純にレータの殲滅力を上げ、素質の効果を利用したいという場合には、こちらを使用することも考えられるでしょう。スキルには、レータのスキル発動と同時に、他のウルサス学生自治団オペレーターの中で、スキル発動の準備が完了しているオペレーターのスキルを同時に発動させ、レータは攻撃力が上昇、同時攻撃可能数が1増加、特性の遠距離攻撃による攻撃力減衰が無効化されるスキル。端的に言うとスキルの号令をかけるスキルで、ウルサス学生自治団オペレーターは強制的にスキルが同時に発動することになります。この効果をポジティブに考えれば、素質による攻撃速度上昇の効果をスキル発動の準備ができていれば、万全の状態で受けることができる反面、スキル発動を強制してしまうので、スキル終了後の火力や回復力をどう用意するかという問題も発生するというものとなっています。ただまあ、やはり強制発動はデメリットとしての意味合いが強くなっているというのが現状なので、ウルサス学生自治団全員を揃えて運用するというよりかは、スキルにはレータ足すアルファで運用し、ウルサス学生自治団全員を揃えて運用するのであれば、スキル1で運用した方がいいかもしれません。デーゲンブレヒャーよ。これはコードネームかって？
本名だと思ってくれて構わないわ。契約書は見せてもらったけど、私の仕事は護衛対象が変わった以外、何も変わらないみたいね。レーゲンブレヒャーはアイレーニに続く3人目の星6剣豪オペレーターで、剣豪オペレーターとしては初の自動回復スキルを所持し、素質とスキルが噛み合った非常に高い性能を有しています。素質1は敵に物理ダメージを与える際、10% の確率で攻撃力が上昇し、5秒間の戦慄状態を付与するというもの。戦慄状態とは端的に言うと、敵の近距離攻撃のみを封じ込めるスタンであり、戦慄状態が付与されている敵をブロックすることで、その敵は実質的な行動不能に陥ることになります。発動確率の数値自体は 10% と低めではありますが、2回攻撃なので実質的な発動確率は 19%、スキル2と3に至っては確定で発動するので、実際の発動間隔はかなりのものとなっています。そして、素質には素質1の戦慄が付与されている敵の防御力を最大で 30% 無視するというもの。剣豪は単発火力ではなく、手数で敵を圧倒するため、防御力による減衰を受けやすいので、この素質は非常に理にかなった素質と言えるでしょう。最初に学び終えたチェゲッタには、私がこの手で認定証を送ったのよ。あの時、みんないい顔をしてたわ。まさにこの船にいる人たちみたいにね。スキル1は SP が溜まった状態での次の攻撃時、周囲8マスにいる最大6体の敵に攻撃力の一定割合の物理ダメージを2回与えるスキル。いわゆる強撃系スキルで、レーゲンブレヒャーのスキルの中では特に目立った性能はなし、素質発動を強化する効果もないのでやや不安定ではありますが、火力は十分なので、放注入をしたい場合には殲滅役として立候の余地があるスキルと言えるでしょう。スキル2はスキル発動と同時に前方にいる最大6体の敵に対して2回連続攻撃を、ブロックしている敵に対してであれば最大3回連続攻撃を行い、確定で戦慄状態を付与。各攻撃は攻撃力の一定割合の物理ダメージを与えるというスキル。攻撃回復系の単発スキルとしてはやや重い SP ではありますが、その分かなり強力なスキル攻撃となっており、序盤に出てくるような雑魚敵はこのスキルでまとめて倒してしまうことが可能。特に統合戦略においてであれば、3層程度までの雑魚敵であれば、このスキルでほとんどの場面を解決することが可能です。また、SP ブーストをかければ非常に忙しくはなりますが、戦慄ではめてしまうということもできるため、秘宝次第では終盤以降も活躍の場を設けることができるスキルです。通常ステージにおいては、口述するスキル3に埋もれがちではありますが、統合戦略においては、とりあえずレーゲンブレヒャーを選択しておけば、序盤は安定するというくらいには強力です。スキル3は、剣豪のスキルとしては初の自動回復型のスキルで、スキル発動後、攻撃範囲内にいる最大6体の敵に10回の攻撃を行い、同時に相当の力で引き寄せ、素質1を確定で付与。その後、攻撃力の一定割合の物理ダメージを与え、かなりの力で自身の方向にさらに引き寄せるというスキル。流れとしては、10回の攻撃と3回の相当の力での引き寄せを同時に行い、その後に1回の攻撃と1回のかなりの力での引き寄せを行います。形式としては、チェインのスキル3やアイリーニのスキル3に近い瞬間火力系スキルとなっているので、他のオペレーターの決戦スキルと比べると、総ダメージは控えめかと聞かれれば、そんなことはなく、スキルでダメージを乗算し、素質1の効果でさらに乗算、素質2の効果で防御を無視するという3段構えとなっているので、爆発力と総ダメージを両立した非常に強力なスキルとなっています。そして、発動に必要な SP は30とお手軽な数値に設定されているため、ここぞという場面で使わなければ後々困るといったことはなく、とりあえず盤面を整理したいといった場面でも気軽に使えるのが売り、大陸版で昨年に実装されたオペレーターの中では最強とも評される性能となっているので、このスキルを用いれば多くの困難を解決することができるでしょう。続いて同時期に実装される専用コーデを紹介。
続いて同時期に実施されるキャンペーンなどを紹介。同時期にはカーネリアン、レオンハルト、カフカのクリスマスコーデが復刻。こちらについては7月下旬頃にロドストレンド解雇入りすると思われるので、比較的早い段階で次の復刻があると思われます。イベント家具シリーズ、雪山郵便局も同時期に実装されるでしょう。合わせてラッキードロップ家具、ロドスランドリーも実装され、同時に探偵の書斎は家具ショップ入りするものと思われます。いつもの SOC パックは今回も販売。今回はレーゲンブレヒャーが前衛なので、前衛 SOC パックが販売されます。階層広くと逆離縁山に、ノーシス、レータ、イエラ、アステシア、ハーモニーが追加。なお、レータとアステシアは階層広くのみ、ハーモニーは逆離縁山のみの実装となります。また、合わせてレータにはロシア語ボイスも実装されます。ゴールデングロー、イエラ、ロック、ミニマリスト、貨車といった早期術師、エンウェイリードと託人ハイビスカス、ワンデラといった獣医師、新たに実装されたデーゲンブレヒャーには専用モジュールが、リー、スズラン、カーネリアン、ウィーディにはセカンドモジュールが実装されます。記録復元には新たに未完の談笑が追加されるでしょう。以上で、サイドストーリー、銀シンコ列車の内容や、同時期に実装されるオペレーターなどの紹介を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるのでチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。